どうありがとうごぞ。ざいます。めちゃくちゃ美味しいです。一度食べてもらって忘れないような、それはラーメンの味だけではなくってうちらしさみたいなものをこだわってます。美味しいです。トマトが効いてとても美味しいです。うまい。もがしうまいです。トマトラーメンっていう唯一無二のラーメンを食べてもらって世の中がハッピーになればいいかな。チャーシューはこの、2種類あるんですかね。はい、そうです。一つがこちらの低温調理をするロースチャーシューと、あと今あちらにある似てるバラチャーシュー。どのラーメンも2種類ある。トマトラーメンが2種類、あとトマト味噌つけ麺というメニューも2種類提供してます。こちら今は自社製のトマトソースに調理してます。最初に玉ねぎを炒めまして、それで玉ねぎを炒め終わった後にトマト缶を入れてまた煮込むっていう感じで。これはもう玉ねぎが入ってる。はい、そうです。で、ある程度煮詰めたら最後にスパイスなどを加えてください。こちら豚骨です。一応スープのベース。仕込みは8時ぐらいから、はい、始めてます。その後大体どういう工程で進められていくんですかね。そう最初にバラとスープを始めて、その後にトッピング類のソースだったりを始めたりします。こちらは背脂です。小間次郎に使用している背脂です。これからフードプロセッサーにかけて味をつけていく。多い時だと、はい、何杯ぐらい1日で出るんですか。多い時はやっぱ200杯近くは出たりしてますね。背脂の圧を下げの仕込みです。昆布とかサバ節などがあといろいろ入ってスープも、はい、タレもトマトのソース、はい、もう全部こちらで作ってもう全部ここで、はい、作ってます。それを各店舗に配送して配送するしかない。豚骨スープだけは、店舗の方でに持ってって、そっちでトマト缶と合わせてもらうっていう形をとってます。配送されるのは、はい、何時にここを出る感じなんですか。だいたい7時ぐらいに午前便という形で午前の店舗に送って、一度戻ってきて午後便を積んでまた午後に出発する2回に分けて、
配送してます。今こちらで作ってるのは午後用ってことですか？これは明日の用になります。1日置いた方がやっぱり味も落ち着いて馴染むだろう。トマトソースに入れるスパイス、油でこれから火にかけて香りを出す。このカッパ、はい、ラーメンセンターの全部の統括をされてる代表者の方と、はいそうですね。店舗に行かれた時は、はいどういうことをされてるんですか？お掃除チェックしたりとか、はい、あとはお客さん側になってこうスタッフのサービスを見たりとか味のチェックをしたりとか、もちろん店舗に現場に入って一緒にオペレーションしたりとかもしてます。第1号店はどちらになるんですか？東京都福生市です。トマトっていうのでどんどん広がっていった感じなんですか？そうです。最初からトマトだったんですか？最初からトマトでした。はい。それはなんかご自身の過去のラーメン屋さんの経験とかそういうのはあるんですかね？もともとは某カップラーメンの縦型カップラーメンの味をオマージュしてチリトマトヌードル、シーフードヌードルっていう形でカッパヌードルとしてスタートしたんですけど、内容が酷似してるっていうことでその本家の方からちょっとそれは使うなっていう形で、屋号を変えてチリトマトヌードルもトマトラーメンっていう風に名称が変更になってます。拡大の一番の要因は何だと思いますか？最初は僕一人でやっていたんですけど、そこに一人仲間が来て、で、その仲間の成長とともにお店が増えて、でその繰り返しですね。トマトラーメンっていう、ちょっとニッチなものなんですけど、これをちょっと広めたいっていう思いもありました。ラーメンの中で一番こだわってるようなところ、まず美味しさとか、そういうのはもちろん自分の中ではこだわりもあるんです
ですけど、それ以上にオリジナリティだったり、あとは、一度食べてもらって忘れないような、それはラーメンの味だけではなくって、このお店全体の仕組みというか仕掛けというか、なんかそのポイントカードであったりとか、なんかそういうところでうちらしさみたいなものをこだわってます。スープはここの、裏手がセントラルキッチンになっていて、そこで全店舗を仕込んでます。もともとは店舗ごとでスープを炊いていたんですけど、結構濃厚なスープを炊くので、ベースは豚骨、鶏ガラ、魚介を8時間から9時間ぐらい炊き出すので、結構粘度のある濃厚なスープなので、スープを作る時間もそうですし、あとは中休みもそのスープの骨をこしたりとか、そういうふうなことをしていると、もう結局社員の休憩時間が全く取れなくなっちゃって、しっかりと働き方改革で、うちの社員なんかも無理なく店舗の業務に集中できるようにセントラルキッチンっていうのを作ったのが始まりです。麺はどちらで作られてるんですか？麺は所沢に唐揚げ専門店があるんですけど、そこのバックヤード厨房で作ってます。メインで使ってる麺が5種類あって、トマトラーメン用の細麺、沖縄そばシーフードラーメン用の太麺、つけ麺用の全粒粉入りの極太麺、トマジローで使う二郎系の逆一麺、とあと替え玉用の極細麺、この5種類を作っています。今後の目標とか展望みたいなのございますか？このトマトラーメンっていう私たちの唯一無二のラーメンを食べてもらって、少しでも世の中がハッピーになればいいかなと、そんなふうに、トマトラーメン一杯で社会貢献ができるような、そんなグループであれればいいかなと思っています。ゆくゆくは海外進出も目論んでおります。これがトマジロのタレになります。で、これが沖縄そばのタレになります。で、これがトマトラーメンのタレになります。これが油になりますね。それぞれ専用の、こちらトマジロですね。で、こちら限定の冷やし煮干しラーメンの油で、これが沖縄そばの油です。で、これがトマトラーメンの油になります。ラードメインなのが多いですかね。返しの方は醤油ベースって感じですか？そうですね、醤油ベースが多いですね。こちらは沖縄だれの、これは塩ベースのタレになります。麺が確かそれぞれあれですね、ラーメンによって違う。そうですね、はい、違います。こちらがトマトラーメンの麺の中細麺で、これは沖縄そばの太麺になります。こちらがトマジローの専用の二郎麺という名前です。オーダー入ったらスープを注いで火にかける。もう一つトマジローに使用しているフライドオニオンと、これ今限定にやってる冷やし煮干しラーメンのとろろ昆布です。これが保存してるスープが結構固形になるんですよ。固まって、でそれを提供までにしっかりこの湯煎で溶かしてっていう感じになります。今日出る分ぐらいの溶かしすぎるとやっぱ状態悪くなっちゃうんで、できるぐらいの大体予測して溶かす分とまた冷蔵しまう分分けてる感じですね。
玉でお願いします。はい、ありがとうございます。トマジロが大盛りっすよ。ありがとうございます。ニンニク入りますか？大丈夫です。はい、お決まりでしたらどうぞ。美味しいです。トマジロ特製トマジロトマトが効いています。とても美味しいです。
まい。もぐらしうまいです。なんか初めて食べた。ジローニンニクありで。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうありがとうごも。ざいます。ありがとうございます。はい、じゃあお付き合いどうぞ。野菜対応します。そろそろね。ありがとうございます。
式でスタンプ対応なんで。もやし後ろにあります。待ってないけど。麺がすぐある。トマトラーメン。よし、特でいただいて。はい。そばいただきました。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ、どうぞ。おげな様です。おやつに銀座のこと申します。いらっしゃいませ、どうぞ。
ラーメンを東大と12、11ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいです。前所沢駅の方の行ったことあって、ここが2回目なんですけど、やっぱり美味しい。いらっしゃいませ、どうぞ。